ナスの健康効果を侮っていました。皆さんこんにちは。夏になるととっても美味しくて手頃な価格のナスですよね。水分が 90% 以上ということもあり、美味しいけど栄養なくてほとんど水分と思っている方もいるかもしれません。実は以前そう思っていた私です。今回ナスに含まれるポリフェノールのナスニンとクロロゲン酸に注目してみました。ポリフェノールといえば抗酸化。ナスにはどのような健康効果があるのか、それを無駄なく体の中に取り入れるにはどうしたらいいのか、ナスのスープを作りながらお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。では作っていきましょう。今日はナスとこの中華でよく使う干しエビを一緒に煮ていきます。だしを使わないのにこれだけで美味しくいただけますよ。夏の野菜は体を冷やすとも言われていますよね。生姜をたっぷりと入れて体を温めていきましょう。材料を切っていきます。生姜は千切りにします。私は皮を野菜だしベジブロスに使うので取り除いていますが、皮のついたまま千切りにしていただいてもいいですよ。白ネギ1本小口切りにします。小口切りとは細長い材料を端から切っていくことです。ナスは2本使います。ガクをつけたままでも大丈夫です。この部分にもポリフェノールが豊富です。でも私は少し見た目を重視でガクの周りを包丁で一周してきれいに整えてあげました。縦半分に切ります。食べやすいように皮に切り目を入れます。さらに半分に切ります。これで材料は揃いました。鍋に油を大さじ 1,2 杯熱してナスの皮目を焼いていきます。ナスに火を通すというより、ナスの表面に油をコーティングする感じです。ナスを調理するとき、水につけてアク抜きをする方も多いかもしれません。このアクの苦味はコーヒーに多く含まれるクロロゲン酸によるものです。クロロゲン酸はポリフェノールの一種で、血糖値の上昇を抑える働きがあり、それによってインシュリンの分泌を抑え、糖尿病予防効果があると言われています。ナスがすべて鍋に入ったら塩を少々振りかけます。またクロロゲン酸の抗酸化作用で体内の活性酸素を取り除き、シミ・シワを予防します。今日のように油でさっと炒めればアクは気にならなくなります。クロロゲン酸をアク抜きして無駄にしないようにしましょう。ナスを一旦取り出した後、油を大さじ1加えます。生姜を炒めて香りを出し、ネギを加えてネギの甘みを引き出します。ナスを戻し、水を 400ml 入れます。酒を大さじ2。この後加える干しエビの臭みを消してくれますよ。干しエビは1袋が 50g 入りだったので、半分の 25g 加えました。蓋をして15分ほど煮ていきます。ナスの皮の鮮やかな紫色はナスニンによるものです。ファイトケミカルは覚えにくい名前が多いんですが、ナス特有のファイトケミカルでナスニン、これは覚えやすいですよね。抗酸化成分は色の濃い植物性食品に多いという特徴があります。ですのでナスニンにも非常に強力な抗酸化作用があると言われています。同じ色素の仲間にはブルーベリー、赤ワイン、黒豆、赤しそなどがあります。ナスも柔らかく煮えました。仕上げていきます。エビからの塩味がかなり出ますので味を確かめます。今日は塩を加えなくていいくらいです。醤油を香り付けに垂らして最後にごま油を少々加えます。今日は取り忘れましたが、
胡椒も入れてくださいね。器に盛って出来上がりです。1人前がたっぷりですが、これで2人分です。植物は動けないので、紫外線や外敵から自らの身を守るためにファイトケミカルを作り出すのでしたよね。真夏に育つナスに強力な抗酸化作用があるのもうなずけます。夏の強い紫外線を浴びた私たちの肌は、皮膚細胞でも活性酸素が作られます。シミ・シワになる前に、ナスニンやクロロゲン酸により活性酸素を除去していきたいものです。ナスニンやクロロゲン酸は皮に含まれますので、皮ごと使うのがおすすめです。どちらも水溶性なので、アク抜きをすると流れ出てしまいますので、アク抜きをしないする時でも5分程度にしましょう。夏は抗酸化作用豊富な野菜をいろいろと食べてお肌を守っていきましょう。最後まで見てくださってありがとうございます。あなたとあなたの大切な人の少しでもお役に立てたなら嬉しいです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。